鈴木社のドアミラー、一体どこが壊れるのかと言いますと、こちらです。こういう風に作りがものすごい悪いやつも中にはありますね。ひどいですね。マーブラの自己満足の世界をご覧ください。この最終型のドアミラーを購入するときは、必ず、はい、本日は鈴木社オーナー、または鈴木社 OEM 社に乗っている方、必見。かっこいいドアミラーと壊れないドアミラー、そして壊れないドアミラーの作り方をお教えしたいと思います。鈴木社オーナーや OEM 車両のオーナーだったら必ずと言っていいほど壊れるドアミラー。こちらのですね、ドアミラーを直す方法だけではなくて、マーブラの独断と偏見でこれかっこいいと思えるドアミラーをですね、ご紹介したいと思いますので。また、このドアミラーを中古とかで購入するときの注意点、こちらもですね、非常に重要となりますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。マーブラック、ノリオ TV、驚きを届ける。ちゃんたちの情熱、どこまでも別所。さあ、それではですね、早速、ドアミラーの方を紹介したいんですけども、まずですね、こちらのタイプのドアミラー。デザイン、なかなか、この細長いタイプのウインカーでね、かっこいいんですけども、こちらのドアミラーはですね、ワゴン R で言いますと、MH22S の最終型からこのドアミラーの感じになっております。こちらのドアミラーウインカーがワゴン R で初めてドアミラーウインカーが採用されたデザインとなります。このドアミラーの後にこちらのドアミラーに変わったという経緯になっております。ただし、初期型の方のドアミラーも同様によく壊れます。よくね、MH21S や MH22S のワゴン R ユーザーなんかの方は、この最終型のドアミラーに変更して、スタイリッシュなね、感じに変更する方も多いと思います。私も M さんが乗っているワゴン R MH22S と、私の MJ21S の AZ ワゴンと、もう一台持ってる MH22S のワゴン R スティングレイ。こちらの3台すべて最終型のこのタイプのドアミラーに交換しようと思っております。すでに2台が装着済みです。先ほども言った通り、ワゴン R だけではなくて、こちらのドアミラーを採用している鈴木社、または鈴木社の OEM 車両はですね、非常に多いんですね。乗用車なんかでも、例えばスイフトとか、いろいろございます。ワゴン R だけではなくて、軽自動車部門はものすごく採用されてますね。スペーシアでも、スペーシアカスタムでも、パレットでも、いろんな車両で使われております。歴代ワゴン R も MH22S の最終型以降、MH34S までですね、このドアミラーが採用されています。その中で、やはり、鈴木社の中で、一番と言われても過言ではないぐらいよく壊れるのが、こちらのドアミラーです。今回は、このドアミラーの修繕。それで、このドアミラーも、このタイプ、人気なため、なかなか出回っておりません。特に MH21S や MH22S の方に関しましては、こちらは最終型しか付いていないため、特に MH22S 最終型のこの形のドアミラーというのは非常に需要が高くてですね、高いです。両方セットで購入すると、時には2万円とか、それぐらいいきます。それなので、一部分が壊れたからといって、このドアミラーごと交換するっていうのも、なかなか高価なので、自分でも簡単にできるドアミラーの修理の仕方をこれから教えたいと思います。そして、今回マーブラは、ドアミラーの修理を行うと同時にですね、マーブラの好みで作る、かっこいいドアミラーを作りたいと思います。その中でご紹介するおすすめのアフターパーツも紹介したいと思いますので、ぜひ一つ一つじっくりとスキップせずに見ていただければと思います。さあ、それではですね、鈴木社のドアミラー、一体どこが壊れるのかと言いますと、こちらです。こちらのドアミラーの中に入っているギアがあるんですけども、このギアがですね、今ご覧になっているのは金属製なんですけども、純正のギアはこれが樹脂、要はプラスチックなんですね。それなので、日に当たらないところに隠れているんですけれども、やはり長年のね、経年劣化でプラスチックも脆くなってきますので、それでこのギアの内側の輪っかの部分あたりからひびが入ってきて最終的にバキッと割れてしまう。こちら、車外のアフターパーツで金属製のギアになっております。それなので、概要欄や楽天のリンクの方もね、貼っておきますので、そちらから購入いただければわざわざ探す手間もなく探せます。ただし、こちら30波と48波。要は、この歯車の数がですね、30枚のやつと48枚のやつ、2つに分かれております。これは正直、ドアミラーのネジの形状。これ今、プラスのネジなんですけれども、このプラスのネジであれば、この48が多いらしいんですけども、このプラスのネジとか
トルクスボルト。このボルトなんですけれども、これの組み合わせによって、傾向的に30%が多いとかあるんですけども、微妙に年式で異なるので、なんとも言い難いです。なので、できればですね、一度、ミラーを分解して、このギアを外して、このギアの数を数えていただいて、それから購入した方がより正確だと思います。純正の部品番号で調べても、ここの部分はわからないので、一度分解して開く方がいいと思います。それで確認いただいてから30なのか48なのかをチェックして、それから購入した方がいいと思います。そうは言うけど、マーブラこれ分解するの大変じゃねえかよと思うかもしれないんですけれども、実はですね、今このドアミラーで言うと、このシルバーのドアミラーのカバーを外すとき、ここがですね、一番爪を折りやすい場所です。なんとか私が今、できるだけ爪を割る可能性を低く外す方法をお教えしたいと思います。そして、もし割ってしまったとしても、使える範囲、使えない範囲、そちらもお教えしたいと思います。それでは、できるだけ細かにドアミラーカバーの分解方法を教えたいと思いますので、皆さんよく聞いてマスターしてください。そして自分のドアミラーを外すときは、できるだけ破損のないように、分解できるようにやっていただければと思います。まずは、こちらのドアミラー外します。今これ、運転席側のドアミラーとなります。この運転席側のドアミラーで今やるんですけども、こちら、ミラーを今こうやって手で動くんですけども、あんま極端にぐっと強い力でやらないでください。軽く一番下に押し当てて、上をちょこっと引っ張ります。引っ張ったら、今度は上側にやってください。そうすると、隙間があるので、今度は下の方からゆっくりとパコッと取ってください。そして、取れました。これですね、内容としては、このドアミラーに3つのホールがあります。ジョイント部分があります。そして、ドアミラーの方には、真ん中のジョイントと、下のジョイントと、外側のジョイント。このジョイントがあるんですけども、特に、ここの外側の2箇所。これを無理やりやると、ここの頭の部分がボキッと折れますので、なので、ゆっくりそーっと外してください。今度は、こちらのシルバーの部分、ドアミラーのカバーを外したいと思うんですけども、これはネジとかではなくて、中を見ます。中を見ていただいて、この切り欠きがね、あると思うんですけれども、ここにマイナスドライバーを入れて外します。ただ、このドアミラー、実はですね、タイプがあります。はい、今こちらなんですけれども、こちらのドアミラーの方がわかりやすいと思うんですけども、こっちの部分、真ん中の部分が、蓋がされているような感じになっていて隠れてるんですね。車種によってはこのように真ん中が特になくて両サイドの爪を真ん中に寄せることによって外しやすい状態になっています。小さいラジオペンチとかで両端をつまんで押すと結構簡単に取れます。しかし、こちらのタイプのドアミラーは残念ながらラジオペンチを入れることができません。ここの真ん中の部分をカットするなりして同じようにはできるんですけども、おそらく見えないからといっても、ここの真ん中の部分をカットするっていうのは嫌かなという人が多いと思います。じゃあどうやって外すかというのをこれからやりますと、できるだけ細いマイナスドライバー、できれば2本あった方がいいと思います。そして、うちにはそれがないので、長細いものとか、そういうのを準備してやりたいと思います。おそらくマイナスドライバー1本でやるかなという羽目になると思うんですが、外し方としましては、これ皆さんちょっと意識して外してもらいたいんですけども、こっから上と、こっから下、これをそれぞれ分断するような感じで爪を外していっていただければと思います。どういうことかと言いますと、今こっち上側です。こっち下側です。外す場所が1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所とあるんですけども、まずはここの下の部分、これから外します。そして、唯一1箇所だけ隠れていないで出ている下の部分の爪を押します。マイナスドライバーで真ん中を寄せて、ちょっと押しましょう。そして押すと若干の隙間が空いてます。これそのままにしといてもらって、今度は下側のここの部分、マイナスで刺して押します。爪を真ん中に寄せるような感じにして押します。そして反対側も真ん中に寄せて押します。古いやつだと脆いので、爪折れるの覚悟で外してください。それぐらいもう劣化が進んでます。それで今こんな感じでね、ドライバーを刺した状態で外すと、先ほど言ったこっから下の部分、これが今外れました。これである落とし穴が、ここまで行ったから、ここも爪が入ってるんですけども、これをバコッと外したがるんですけども、慌てないでください。ここはまだ残しておいてください。今度はこっちの上側、それを外します。私的には外側から行った方がいいかなと思います。これをまたマイナスで起こしていきます。また少しね、こうやって浮いたら次に行きます。爪を
入れ込んでいきます。今、ちょっと軽くね、強くしたら取れてしまいました。こちら確認すると、爪がですね、このようになってます。この爪をですね、両サイド真ん中にこうやって寄せて剥くというような感じでやっておりました。それで、今、こっちの爪の方は、このように折れちゃいます。こういう風に折れてしまいますので、ご安心ください。これ、今、1箇所だけ、怪しいな。ちょっと、怪しいですけど、実質2箇所折れたとしまして、壊れても、できれば壊れない方がいいんですけども、皆さんご安心ください。壊れても、2箇所までだったら、走行中に取れるとかはございません。3箇所になってしまいますと、足回りの硬い車とか、激しい運転目の方、そのような方の運転の時は、悪路を通る時とかね、そういう時なんかにもしかしたら振動でバコッと取れちゃう可能性もありますので、なので、ちょっとそこら辺を意識していただければと思います。下から外して、その後、内側を外すんではなくて、今度は上側を順に外していくと。このような感じで外していきます。そうすると、仮に私のように爪が折れてしまったとしても、最小限で抑えられます。この爪はちなみに折れた理由は、マイナスドライバーをあまりにもちょっとコジコジしすぎると折れてしまいます。それと、私が今使ってたドライバーなんかも結構太いですね。無理やり入れなきゃいけなかったので、できれば精密ドライバーなんかでやると、より精度高く壊さずに外すことができます。さあ、それではですね、なんとか外れましたので、今度はこちらです。こちらのドアミラーの分解をします。こちらのドアミラーのこの部分に先ほど紹介したギアが入ってるんですね。それなので、これを外すんですけれども、ここの2箇所のボルトを緩めます。さらに、ここの3箇所も外します。3箇所を外すと、この部分が取れます。取れたら、このコードをですね、できるだけこっち側に引っ張り込みましょう。引っ張ってできるだけ猶予を作ってあげます。ここのドアミラーウィンカーも外しちゃいます。2箇所です。そうすると外せて、カプラーを外しちゃいましょう。こっちの裏側にしていただくと、ここに1本プラスがありますので、ここを外しちゃいます。これがガチャガチャ割れ出します。ここの棒みたいのがあるんですけども、この棒をちょっと下に押しながら横にスライドさせていく。ボコンと取れます。そうするとこのユニットがね、現れてきます。ちょっとコードなんか避けながら外すと、このように物体が出てきます。お待ちかねのギアはですね、ここに入ってます。この爪を4箇所起こします。4箇所両サイドをちょこっと浮かして、最後にここの一番大きい部分を浮かすとこのようにずれます。このカプラをですね、外します。外すとこういう風になってくるんですね。まずは最初この縦のギアを突き抜いて、縦のギアが取れたら、今度はラジオペンチとかで、ここの大きい歯車を掴みます。掴んだら、上に引き抜くような感じで引っ張り出します。そしてこれがよく割れるギアになります。これがですね、分割になっておりまして、こいつなんですよ。こいつがもうとにかく割れる。先ほど言った通り、この真ん中の芯の部分からひびが入り出して、そして最後にバキッと割れちゃうんですね。こいつを交換します。これから付けるのと比べますと、形状なんかは同じ感じですね。ギアの数がわからない人は一度ここまで外していただきます。それでこのギアの数を数えていただきます。こちらは48波。同じですね。それなので、そのままこの48波を交換します。できればこのグリスなんかも、こうやってついたやつ、歯車のところにつけといていいと思います。わざわざ別にグリスは用意するに越したことはないんですけども、ついてたやつをこうやって移し替えてればいいんじゃないかなと思います。これ使ってないとちょっとね、ガガガガガッとちょっと機械音がするので、気持ちつけといてもいいかなと思います。もしくはこっちのギア内にあるグリスなんかをちょっと書き出してもらって、貧乏臭いかもしれないんだけども、端っこの方に当たらなくなったやつなんかをちょっと塗ってもらえれば、もうそれで十分だと思います。モリブデングリスとかでもいいかもね。こんな感じでつけたら、これを刺して、そうだな。なんだこれ。やってたんですけども、何やら歯車が入りませんね。これ作りの精度が悪いのかもしれないですね。リンクバナーに貼ったやつは、ここで購入したものじゃないものにしますので、他のショップさんのをつけときますので、そちらで購入してください。こういう風に作りがものすごい悪いやつも中にはありますね。ひどいですね。もう一個の方をやってみましょう。2セットあるので試してみたいと思います。ダメですね。刺さんないですね。こんなことあんの？穴の径が違いますね。
これは私も初めてですね。入らないっていうこと今までなかったんですけども。いやー、参りましたね、これ。在庫のやつ片っ柱からつけてみようと思います。あ、これ入りますね。これ入ります。微妙に作りが違うのかもしれないですね。これは入りました。他のやつ。やっぱタイプがなんかあるみたい。やっぱダメですね。なんかね、中からなんか変な端が出てくるんですよね。これ精度が悪いのかもしれないですね。もしかしたら。針が出てくるんですよ。で、入らないんですよ。こっちのショップのは精度が悪いみたいですね。これ皆さんお気をつけください。こっちおそらくアルミのやつかもしれないんですけど、アルミのやつは平気です。こっちのスチールだかのはダメですね。つかないですね。いやー、参りましたね。こんなことあるんだね。あいにくですね、このアルミのギアの方は1個しかないので、私のドアミラー作るのはまた今度にするんですけども、これアルミのやつをリンクバナーで載せといた方がいいかもしれないですね。スチールはつかないとかあるので、精度が悪いと思われます。それなので、アルミのやつ探しておきます。それでこちらの方にですね、ギアを入れて、今度はこの縦のギアも入れちゃいます。これがね、ネットショップなんかではこれも金属のやつとか売ってるんですけれども、正直私はこっちはまず壊れたことはないですね。大体壊れるのはこっちの方のギアだけです。それなので私はこれは交換しません。買えなくてもこっちは大丈夫だと思います。しかもこっち金属製のやつ1個3000円とかとんでもないぼったくりみたいな値段で売ってるので、一応リンクバナーは貼っておきますけど、そこはもうオーナーさんに任せます。私はこれは樹脂のままで組み込んでいきます。これを刺してもらって、それでちょっとね、歯車回すといいかもしれません。しっかり差し込んでもらったら、このカバーを戻します。よし。こんな感じで、あとはですね、逆の手順で戻していきます。それまでスキップ。どうにかこの精度の悪いギアをですね、使えないかということで、スティングレイの方で使う最終型ドアミラー、ストックの方になんとかこれを有効活用したいということで、なんとか組み上げました。結局ですね、こちらに刺さるシャフト先ほどあったじゃないですか。それの部分をこちらの平型の棒ヤスリでなんとか削り落として、結局純正のはちゃんと刺さるのに、これは刺さらないっていうことは、こっちの要は精度がちょっとタイトなんですよね。それだから結局シャフトが刺さらなかったということだったんで、この金属のに変えればおそらくこれが割れるっていうことはないと思いますので、一生ものとしてもうそのシャフトに合わせて削りました。それでこのギアをなんとかつけて、先ほどね、この樹脂のやつを外したんですけども、このミラーの2つのうち1つがですね、ご覧ください。こちらなんですけども、ほら、ここに縦の線見えます？これね、ひびなんです。結局、日に当たらないところでも、やはり経年劣化でね、プラスチックっていうのはひびが入っていって、それでこれがもっともっとひびいっぱい入ってくるんですね。そして最終的にここの根元の部分がボキャッと折れてしまったり、最終的にこの歯車の部分までバキャッと折れたりとかで、ずーっとミラーのモーターがウィーンと動いてる状態で止まらないと。これロックがかかるとモーターが止まるようになってるので、これが割れてしまってロックがかからない状態になってしまいますと、ずーっとモーターが回り続けてしまう。一部の中古車屋さんなんかでもやってるとんでもないことがあるんですけども、結局ミラーは開いてる状態でエンジンかけるとモーターの作動音がずーっと聞こえてしまうということで、このドアミラーのモーターの配線をドアのパネル外すとすぐ出てきてしまいますので、そこをカットして販売する車屋さんもあります。中古車屋さんで車を買うときなんかでチェックする方法としましては、ドアミラーの開閉やってみてください。それで片側しか動かない。なのにもかかわらず、ドアミラーのモーターの音がしないときっていうのは、これほとんど配線カットされてます。話は戻って、マイカーの場合はこのようにギアが欠けたりとかしますので、こちらの金属製のやつに交換した方がいいということでございます。これでですね、組み終わりました。今回、こちらギアが1個しかなかったので、1個だけ組み込むんですけども、マーブラがつけるドアミラーはこれではなくて、もちろんオリジナルでまた作り込むドアミラーですので、そちらを紹介したいと思います。ドアミラーウインカーも、はたまたこちらのミラーも交換したオリジナルバージョンを紹介したいと思いますので、引き続きマーブラの自己満足の世界をご覧ください。さあ、それではですね、こちらのドアミラー、ギアを変えたから、それで OK ではなくて、こちらの私の車両につけるドアミラー、せっかくなんでつける前にカスタムしちゃいたいと思います。まず第1弾は、ドアミラーウインカーのウインカーの交換です。こちら純正は、このような感じで、シルバーのタイプになっていて、ウインカーを出すと、ここに2つと、ここに2つで LED が点灯するようになっています。それなんですが、以前はこのウインカーをマーブラック大好きなマーブラックブルーアイズ、
施してほんのりスモークがかったドアミラーウインカーにしてたんですけれども、今回はこちら、Yahoo ショッピングなんかで売ってる MH23 以降用のドアミラーウインカーでシーケンシャルかつスモールがつくようになってます。それで私はスモールは白のスモールがつくようにしています。レンズがクリアとライトスモークとスモークとあるんですけれども、私はクリアのホワイトのやつに対してマーブラックブルーアイズを施してオリジナリティを出しました。通常のね、やはりスモークですと、どうしても黄色っぽいスモークなので、私はブルースモークが好きなので、マーブラックブルーアイズを施して塗りました。シーケンシャルかつスモールも白色なので、おそらくブルースモークがかかっているので、若干青白いホワイトになるとは思うんですけれども、そちらのドアミラーウインカーに交換しました。こちらの商品も概要欄の方に貼っておきますので、ぜひ気になる方はそちらから購入してください。そしてまだあります。こちらですね、蓋を開けますと、このようにブルーレンズになってるんですね。それと同様に、こちらのように矢印型のシーケンシャルのウインカーが付いております。これワゴン R MH22S なんかで検索しても、まず出てきません。スペーシアカスタムなんかのドアミラーウインカーで検索すると出てきます。検索では出てこないんですけども、MH23S のミラーとぴったりに付くようになっております。ただし、これなんで出てこないのかと言いますと、MH22S とかのドアミラーのこの後ろのバックカバーがあるんですけども、これがスペーシアカスタムのやつと実はちょっと違うんですね。これどうしても使いたかったので、このカバーが冷めてるとこれ結構硬いんですけど、これドライヤーとかヒートガンで温めると柔らかくなるんですね。それを利用して熱を使って柔らかくしてここをガボッと外して MH22S のカバーに交換しました。そうすればもう MH22S の最終型のドアミラーなんかにもボルトオンで付けられますので、あとはこちらをドアミラーウインカーの配線にかませれば問題なく接続できると。そのような感じになってます。マーブラのこのドアミラーウインカーは、ドアミラーの土台の方は金属製のドアミラーの歯車を入れて強化してやって、フロント側はこちらのシーケンシャルのドアミラーウインカー、そしてマーブラックブルーアイズを施したスモークタイプ。さらにミラーの方もブルーレンズなだけではなくて、外側に矢印が出るようなウインカーが点灯します。これをですね、早速組み立てていきたいと思います。はい、これで1個できました。あからさまにドアミラーウインカーがついているのを強調するのではなく、止まっている時なんかはさりげなく、なんかついてるかなぐらいを意識して塗装してみました。MH21S や MH22S に乗られている方で、こちらの最終型のドアミラーを取り付けたいなと思って購入するときに、注意点をですね、ご説明しますので、最後まで話を聞いといた方がいいと思います。ということで、なんとかこちらのドアミラー作ることができました。これでですね、私のね、車両もカスタムバージョン2へと移行している最中なんですけども、カスタムバージョン2へのコンセプトとしまして、ただ部品を付けただけじゃなくてですね、そのカスタムパーツに少し彩りを加えて取り付けると。今、コンセプトでありますので、そちらでね、このマーブラックブルーアイズを施した上で、このドアミラーカバーを塗装したというのもそうなんですけれども、MH22S の最終とか、MH23S も多分ないと思うんですけども、こちらスペーシアカスタム用とかだと思うんですけども、こちらの三角の矢印もシーケンシャルになっているタイプのドアミラーをちょっと加工してね、取り付けました。今まではですね、鉄板となっていて、非常に希少価値のあるシルクブレイズのウィングミラーを付けていたんですけれども、こちらはですね、ちょっとシーケンシャルじゃないんですね。車種によってはシーケンシャルのものもあるんですけども、残念ながら私の乗っているワゴン R MH21S のウィングミラーにはシーケンシャル機能がついていないということで、気に入ってはいるんですけれども、今回こちらの商品をね、もう1年ぐらい前から発見していたんですけれども、つける機会がなくてですね、ようやく組み立てたんですけども、なんとか無事に取り付けることができました。マーブラック史上最強で壊れないかっこいいドアミラーを今回作りました。視聴している皆さんの中には賛否両論あるかと思うんですけども、マーブラの中ではこれが一番かっこいいだろうと、現時点では思うドアミラーを作ってみました。このようにしなくても、最終型のドアミラーを購入しようと思っている MH22S や MH21S のワゴン R やワゴン R スティングレイのオーナーの皆さん、MH23S 以降に関しては特に問題ないんですけれども、MH21S や MH22S の車両に関しましては、この最終型のドアミラーを購入するときは、必ずこのドアミラーカバーを一緒に購入してください。これを一緒に購入しないと、私も昔は知らなかったんですけれども、
この最終型のドアミラーじゃない MH21S や MH22S の方のこのドアミラーのカバーというのは、ここがですね、もっと狭いんですね。それでこの最終型のドアミラーのタイプは、ここの部分がちょっと延長されていて長いタイプなんです。それなので、これをセットで買わないと、ミラー自体は取り付けられるんですけども、このカバーが付けられないという症状が出てしまいます。こちらね、純正部品で新品で売ってはいるんですけれども、片側4500円とか5000円とかします。それなので、両方で1万円ぐらいになってますので、買うときは必ずこれがセットなのを探してください。じゃないと後々プラス1万円とかの出費がかさみますんで、さらにマーブラみたいにスモール連動付きのシーケンシャルタイプのドアミラーウインカーや、こちらのようなミラーウインカーの方を購入するってなると、さらに費用がかさんで、今回のマーブラックのドアミラーの仕様に仮に全く同じにするんであるならば、このカバーの塗装を除いても5万円ぐらいかかっちゃいます。MH23S 以降のこちらのタイプのドアミラーに関してはそんなに高くはないんです。ただ、MH21S や MH22S の最終型のドアミラーっていうのに関しましては、こちら最終型なので非常にレアなんですね。それで MH23S のやつも配線加工をしなければつかないという次第でございますので、それなので非常にこれ希少価値が上がっております。高いと2万円ぐらいとかしちゃいます。カバーで1万円、ドアミラーウインカーで1万円、こっちのミラーウインカーの方で1万円なんかやっちゃうと本当に5万円とかいっちゃいますので、必ずね、このカバーがあるかないかっていうのを確認していただければと思います。私、こちらの MH21S や MH22S 型の最終型のドアミラー、今ついてるの含めて7セットぐらい持っているので、そのうちこの金属のギアを入れて、ドアミラーウインカーを塗装して、そしてこちらのカバーも綺麗に磨くなり塗装するなりしたやつを Yahoo オークションの方で販売しようかなと思ってますので、マーブラの仕様いいなとか、マーブラクブルーアイズ塗ったやついいなとか思ったらですね、一声いただければと思います。やはり今、塗料の原材料もちょっと上がっちゃってますので、塗装もちょっと高めにはなっちゃうかもしれないんですけども、気が向いたら作ろうかなと思います。決して私がこの最終型のドアミラーを買い占めているわけではございませんので、ご理解いただければと思います。さあ、それではですね、私の車もどんどんこういうカスタムパーツを作っていって、そして作ったカスタムパーツを車両につけていってですね、ますますバージョンアップしていきたいと思いますので、今後も動画の方ご視聴いただければと思います。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価やコメント、ハイプなんかもね、いただけると本当に嬉しい限りでございます。最近コメントがないので、よかったら視聴者の皆さん、コメントの方よろしくお願いします。また、他の動画が気になる方は、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは、長々とうんちくだらけで話が長いと感じた方、申し訳ございません。視聴者さんに失敗した買い物をしてほしくないために、長くなりましたので、ご了承いただければと思います。ということで、またお会いしましょう。さよなら。夜の峠を駆け抜けるワゴンなるカスタム入ってる新鮮な音が開き渡るライバルたちを期待にビート感高なカンカン心臓が高てるこの瞬間アクセル踏み込む速さ壁を切ってしむこの道ダイナミックなビートに乗せて輝かんが体を包むチェンリーの光が見えるこの瞬間を感じて急上昇する新鮮な音巻きとするビートが心を打つ峠の茶へと泣く夜の闇を散り裂いてチェンリーを掴むその時までこの走りを止めないでライバルたちの背中を追い越し自分を信じて突き進め夜空に星が遠くエンジンの音が弾む街仲間たちが応援してる一緒に夢を追いかけようスピード感が溢れる心の中の炎が燃えるこの瞬間を永遠に胸の中で走り続ける急上昇する新鮮な音巻き通すビートが心を打つ峠の王者へと巻く夜の闇を切り裂いて急上昇する新鮮な音巻き通すビートが心を打つ